はい、皆さんこんにちは。車市場好きリーマンチャンネルです。今回の市場は見てお分かりの通り、スバルの新型クロストレックですね。今回私自身も気になっていますけれども、何よりスバリストである妻のですね、車の乗り換え候補ということでチェックしてきました。少し前の動画でアウディの Q4 e-tron の試乗動画、妻の乗り換え候補ということでご紹介しましたけれども、やはり今スバルに乗っていますので、スバルの車チェックしたいと思います。はい、ということでいつもご視聴いただきましてありがとうございます。近くのですねディーラーにクロストレックの白の試乗車が導入されたということを聞きまして、早速見学試乗に行ってまいりました。新型のインプレッサーも含めてですね、新世代のモデルとしてこのクロストレックもデビューしていますけれども、特にインプレッサーよりいち早くですねこのクロストレック導入されて試乗車も配備されているかなと思います。すでに乗られた方いると思いますし、もう納車始まっていますので、もうめでたく納車されたという方もいるんじゃないかなと思いますけれども、このサイズの SUV でスバル車ですとやはり注目の1台なんじゃないかなと思います。私の地域にはスバルディーラーが何店舗かありまして、その中の一つにですねこちらのオプションが結構装備されている白のクロストレックが見れるということでお邪魔してきたんですけれども、やはりオプションも相まってですね SUV 感あっていいですね。前モデルの XV カラーですけれども、このクロストレックにしてもいろんなボディカラーが似合うデザインだなと思いますので、当然白、そして黒、そしてイメージカラーのグレーといったところで様々な似合う色があるんじゃないかなと思います。こちらですね本当に選ぶ楽しみがあるなと思いますね。外車とか、一部の車になると黒もしくは白一択だよみたいな感じの車も結構多い中、やはり自分の個性に合わせて色を選べるっていうのは楽しみじゃないかなと思います。さて今回私運転していますけれども、妻も一緒に乗っていますので、感想を聞きながら乗りましたけれども、まずですね前期型の、XV と比べてというところですね。クロストレックはどのグレードもマイルドハイブリッド、e ボクサー搭載になっていますので、 XV の、e ボクサータイプと比較になるんじゃないかなと思いますが、走り出しのスムーズ感は上がっていると言えますね。当然XV も試乗したことあるんですけれども、 XV は後期型だとしても e ボクサーが搭載され始めたばかりの時期でしたので、例えば出だしのギクシャク感であったり、ほぼモーターのアシストが感じられないようなところが強かった、で急にエンジンがかかって走り出すみたいな感触が少なからずあったんですけれども、今回このクロストレックになってそこら辺はさらに改善されているなと思います。ここで私の方がお伝えしておきたいのは、モーターのアシストをあまり期待してはいけないと思います。ほとんどですねモーターで走れる距離っていうのは少なくて、速度も少なくてですね、ほぼほぼエンジンで走っている、スバルらしい車だなというのがありますので、例えばトヨタですとかホンダ、特にホンダですかね、EHEV なんかの、結構強めのマイルドハイブリッドのようなアシストではないですね。やはりスバル車は走りを重視している中で、燃費向上であったり、少し EV 走行できるといったところの味付けになっているので、e ボクサーといっても、走りにはそんなに関与していなくて、やはり水平対向エンジンで走っているといったところが感じられます。ここら辺は、スバリストから見ると変化していない部分というか、変わらないでいいよと思っている部分なので、こちらは私としては丸じゃないかなと思います。そしてですね、次にお伝えしたいのはクロストレックの静粛性の良さですね。これはですねやはり XV との比較にはなると思うんですけれども、アップしていると思います。乗っていてすごく快適、静かにクルージングできるなというのが印象です。インテリアについても真ん中にですね、レボーグや新型インプレッサーなどと同じようにですね大画面のモニター採用されていますので、そこら辺も
インテリアの上質感、車の走りの上質感ということで、そういったキャラクターに合わせてきているのかなと思います。いいですね。クロストレック乗り心地いいと思います。この走り味好きだな。クロストレックはですね、もう皆さんご存知の通り2リッター水平対向エンジンで145馬力の188ニュートンメーターということですけれども、モーターがこれに65ニュートン加わっているので、加速感かなり力強いと思いますね。スペック以上に中間加速の伸びはいいなと感じられました。これはですね、皆さんぜひ試乗していただきたいですね。まだの方はおすすめの車種だと思います。そしてやはりサイズ感がいいですよね。全長がですね 4480mm で全幅が 1800mm だったと思いますが、その、コンパクト、今でいう SUV のコンパクトだともうこれになると思うんですけど、そのサイズ感にスバルの走りのシステムが、最新のシステムがセットされているということで、なかなか使い勝手のいい1台じゃないかなと思いますね。私も、妻の車の候補として乗って確認しているときに、このサイズなら乗り回ししやすいなといった話していましたし、日常的な買い物からちょっとしたお出かけにも使えるということで、かなりいい候補だなと思います。当然ですね、1台目に検討したアウディの e-tron Q4 もですね、非常にいい車でしたけれども、電気自動車というところでちょっと他も探してみようということに今なってクロストレック試乗していますので、やはりスバリストから見た時の、スバル車クロストレックは魅力的だなと思いますね。ここら辺皆さんも感じるところありますかね。お聞きしてみたいところです。そしてですね、やはりクロストレック選ぶときに悩みそうなのがグレードかなと思いますね。スバル車にしては珍しいのか、今回からですね FF 車が選べるようになっていますので、4輪駆動じゃなくてもいいよっていう方はだいぶ価格下がるかなと思います。エントリーグレードとなるグレードツーリングの FF 車で266万円ということですね。そして4駆のシンメトリカル AWE になると22万円アップということです。そして上級グレードのリミテッドになるとプラス40万ということで、エントリーが266万円で、リミテッドの4駆になると一番高くて329万円ということになっていますね。最近はですね、他の車も高くなっていますので、この走り出来具合からすると、300万円前後はなるほどと思いました。ただですね、帰ってみてスバルの公式サイトから見積もりシミュレーションしてみたところですね、やはりですね、せっかく買うのでリミテッドの4駆でナビ付きでサンルーフもつけたいなとかいう感じでオプションを選んでいくとですね、今こちらにお出ししているように込み込みで400万ということが分かってきましたので、結構いってるじゃないかというのが感想ですね。最近せっかくいい車があるなと思った時にも見積もりしてみると、あれ思ったより金額いくなっていうのを皆さんも経験されているんじゃないかなと思いますけれども、この400万で収めるか、400万いったからもう少し上狙ってみようかっていうところ悩むんじゃないでしょうかね。ちょっと私もですね、クロストレック第一候補としながらもう少し車見てみたいなと思いました。はい、ということで今回もご視聴いただきましてありがとうございます。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。それでは皆さんも良いカーライフを。